Hey, what's up, what's up? NBA アナリスト、佐々木クリスです。皆さん今回もチャンネルチェック、ビッグ感謝です。そして、いよいよやってまいりましたよ。はい、ウエストのチャンピオン、ゴールデンステイトウォリアーズ対、そして東のチャンピオン、ボストンセルティックス、両雄、いよいよ相まみえることとなりました。2022 NBA ファイナルズイェーイパチ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 ちょっとね、せっかくならこの興奮を生配信でお届けできたらなというふうには思っていたんですが、ちょっとタイミングが合わず、今ですね、ファイナルが明日、明後日行われる、6月1日の、昼間に、ちょっと収録っていう形で送らせていただきますが、ワンテイクの鬼こと佐々木クリス、無編集の鬼、みんなにあんまり親切ではないかもしれないけども、そんな感じでやっていきたいと思いますが、いや、NBA ファイナルのね、お話、噛んじゃった。NBA ファイナルのね、お話に行く前に、B リーグもチャンピオンが決まりました。琉球ゴールデンキングス対、そして、宇都宮ブレックスということで、ブレックスの皆さん、関係者の皆さん、選手の皆さん、おめでとうございます。いやー、そしてね、NHK 総合で見てくださった方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。本当にありがとうございました。解説させていただくね、中でもすごく緊張感のあるファイナルズになりました。やっぱりね、琉球も非常に完成されたチームでしたね。ただね、例えば、NBA のプレーオフになぞらえると、ダラスのようにプロセスは良くてもオープンのショットが決めきれないっていうことが、3試合のうちの2戦戦勝方式の B リーグのシステムの中ではね、ちょっと命取りになってしまったのかな。それによって宇都宮が、キングスをね、ペイントエリアから締め出すような、マンツーマンとゾーンをね、ゾーンからマンツーマンに変わっていくような、チェンジングディフェンスなどで、キングスを抑えていった。ちょっとね、キングスの方もサプライズの要素がちょっと作りきれなかったかなっていうところだったり、宇都宮の方はですね、最後まで成長し続けた。エースの比江島選手もそうでしたし、チェイス・フィーラー選手がピークを持ってこれたりだとかね。そういった意味では、レギュラーシーズンの傾向を覆すようなね、パフォーマンスも随所に見られたというところがね、本当に素晴らしかったですよね。欲を言えばね、両チーム、欠場者が出てしまいましたし、僕も大好きな、並里選手であったり、そして、北川選手ですよね。北川選手もシューターとして知られてますけども、このチャンピオンシップの間は、ピックアンドロールのボールハンドラーとしても、どんどん遂行力が高まっていた印象だったので、こういった大きな武器が共にない中、琉球の方がペイントアタックが防がれていたという意味では、並里選手不在を非常に感じてしまったのかなというふうには思いました。ここは悔やまれますが、最終的にはチャンピオンとなった宇都宮ブレックスは帰化選手がいない。そしてシーズン中は在籍してましたけれども、このチャンピオンシップではアジア特別枠の選手もプレーしない中でのチャンピオンになったと。このね、バスケットボール界全体、特に国内におけるその意義というのは非常に大きいんじゃないかなというふうに思います。はい、そんなことでね、NBA ファイナルの方は、ぜひね、全部の選手たちが戻ってきて、欠場者なしでね、展開していただければいいなというふうに思うんですが、2022 NBA ファイナルということでね、展望、そして佐々木クリス的予想。はい。いや、悩ましい。ポストイットを準備しておかなきゃ。これね、手元に。ちょっとマジックマーカーも。いや、慌ててますよ。慌ててます。はい。そんなことはちょっとさておき、ちょっと深呼吸して、いやー、数々のね、見どころあるんじゃないかなと思うんですけれども、非常に実力拮抗した名勝負になる、そんな予感が佐々木クリス今しております。現地でもね、多分ね、予想的には意見分かれていくんじゃないかなっていうふうには、今直感しています。テイタム、ボストンセルティックスのエースですね。はい、ウエスタンカンファレンスファイナルの史上初の MVP トロフィー、ラリーバードトロフィーが、なんとボストンセルティックスのスモールフォワードに行ったということでね、何かね、歴史の循環みたいなのも感じますけれども、テイタムはここまで KD、それからヤニス、ジミー、数々のね、スター選手を従えた、そういったチームを下して、いよいよゴールデンステイトウォリアーズ
ね、カリー、ドレイモンド、クレイ。またちゃった。カリーとクレイ。スプラッシュブラザーズの新しい呼び方かな。まあ、こういったね、選手たちを下して新時代の王者となれるのか。それともですね、ステフ・カリーはね、キャリア初のファイナル MVP、いよいよ獲得して、史上最高の選手の一人として、地位をさらに上げるのか。まあ、個人的にはですね、カリーの地位というのはもはや安泰なのかなとは思っています。このファイナル MVP を取った取らないで彼の最終的なこうなんかヒエラルキーが変わるとは思っていませんし、もうすでにね、史上最高のポイントガードの一人で、まあマジック・ジョンソンなどとも並べられるような存在だと思うんですが、これにね、さらにこういった称号なども加わると、より多くの方が、彼を支持するというようなね、そういった状況にもなっていくでしょう。さあ、今年のファイナル。実はですね、まあ、スターパワーも十分です。ダンクあり、スリーポイントあり、数々のハイライトが生まれると思うんですが、なんと、1996年のシカゴブルズ、それからシアトルスーパーソニックス以来となるディフェンシブレーティングの1位、ボストン、そして2位、ゴールデンステイト。この1位、2位のディフェンシブなチーム同士のマッチアップということでね、いやー非常に面白いですね。で、シーズン前半はどちらかというと、ドレイモンド、カリーが本当に活躍していた。クレイが戻ってくる前に、ウォリアーズはもう優勝候補の状態を取り戻していましたよね。で、そこからまたドレイモンドが離脱してしまって一回下降気味になるんですけども、シーズン前半にもうこれだけのディフェンスが、できるよっていうのは見せていた。そこをね、2月3月はちょっとやはりドレイモンド不在というのも響いて、ディフェンスが下降していってしまったんですが、やはりチャンピオンシップレベルのディフェンスチームというのはまた改めてこのプレーオフで証明してますよね。その一方でボストンセルティックス。いや、カレンダーが2021年から22年。まあ正確に言うと1月半ばからですけども、まあこうカレンダーがね、1年変わったところからのチームの変貌ぶり。ボストンセルティックスは、このチャンネルでも特集しました。もしかするとこのリーグ最強のディフェンスなんじゃないかっていうところで、特集もしましたけども、ロバート・ウィリアムス3世をね、ちょっと変わった使い方をしてリーグナンバーワンのディフェンスになっていったっていうところでね、非常に楽しみでございます。そしてなんせですね、このボストンのリーグナンバーワンのディフェンスというのは、数年前の例えばスパーズがやっていたコンテインだとかドロップと呼ばれる、まあ、割とこう籠城作戦のようなディフェンスができるだけじゃなくて、リーグでも最もスイッチの頻度が高いディフェンスでリーグナンバーワンのディフェンシブレーティングを手に入れてるわけです。実はスイッチってやろうと思ってもそんな簡単じゃないんですよね。入れ替わるだけじゃんと思われるかもしれないんですが、その入れ替わりをいかにシームレスに、行っていくかというのは非常に技術とコミュニケーション、その遂行力の高さが求められるんですが、これをね、非常に高いレベルでやっているということで、まあゴールデンステイトウォリアーズとのこの相性で言うと、ウォリアーズを止める、彼らのシステムを止める可能性がひょっとすると最も高いのはボストンじゃないかなっていう、シリーズにもなっていきます。さあね、まあ、過去に、立ち返ると、例えばケビン・デュラントがまだ在籍した2016年のオクラホマシティ・サンターなんかもイバカをスモールボールのセンターに据えて結構スイッチでウォリアーズを苦しめました。そして2018年のヒューストン・ロケッツ、まあ、まさしくウォリアーズを倒すために作られたというようなね、ダレル・モーリー、GM が、それをなんていうんですかね、発言表にすることも恐れることなく言っていったと。それにね、ドレイモンドに火がついてみたいな、ウォリアーズも燃えて名勝負が繰り広げられたわけですけども、まあこの2チームがね、ウォリアーズを最も苦しめたスイッチディフェンスのチームとしては、まあ一番先に思い浮かべられるわけですけども、まあ、2019年のトロントもカワイ・レナードがいたりしてね、素晴らしいディフェンスチームでしたけども、まあやはりゴールデンステイトのやっぱり KD やクレイが怪我していく中では、まあ完全体とは言えなかった、のでちょっと意味合いが変わってくるかなっていうふうには佐々木クリス的には思っています。まあでもさっき挙げた OKC とかヒューストン、まあこういったチームを超えるゴールデンステイトウォリアーズをある意味止めることに特化したとは言わないですけども、まあウォーリアーズはリーグの中でもピックアンドロールの頻度が少なくてすごい変化球チームだと思うんですよ。異色のチームなん
だと思うんですよね。でもその変化球を取れるキャッチャーが、ボストンセルティックスみたいな、はい。まあ、その変化球にも対応できる動体視力とキャッチャーミットを持っているみたいなね。まあ、味方同士になっちゃうんだけどなんかこの即興のあまり例えがうまくいってないんですけど、でもね、変化球すごすぎると取れるキャッチャーもいないんで、そういうところも困ると思うんですよ。はい。まあ、それは置いといて。まあ、その他のディフェンスの部分で言うとね、ハッスルスタッツなるものがあります。まあ、チームの頑張りですよね。選手たちのディフレクションはどれぐらいあるかとか、シュートコンテストはどのぐらいしてますかとか、シュートコンテスト、この両チーム1位、2位です。そしてルーズボールリカバリー、転がってどっちの、チームの選手もまだ触ってないボールをリカバリーする、この回数も非常に多い2チームということで、ただの遂行力だけじゃなくて勝利への意志という意味で言うそのファイトですね、ハッスル、こういったものも十分にある。でプレーオフに入ってからのネットレーティング、100ポゼッション換算のオフェンス引くことのディフェンスでいう100ポゼッションの得失点差、1位がボストンの 6.7、 2位がゴールデンステイトの 5.1 の争いでもあります。でただしね、ディフェンスがプレーオフでも落ちていないのがボストンであるのに比べて、ゴールデンステイトはデンバー、メンフィス、ダラス、はい、こういったチームに対して106.6から111までディフェンス力の数字的には下降している。ただね、その代わり僕自身は、勝機をつかむのに十分なディフェンスはしていると思っているんですよね。でオフェンシブレーティングがゴールデンステイトウォリアーズプレーオフナンバーワン116を叩き出しているということで、まあレギュラーシーズンナンバー2だった、ディフェンス力、ここはね、まあ、十分発揮できている一方、レギュラーシーズンは割と中庸、ミドルクラスに終わってしまっていた彼らのオフェンス、レギュラーシーズンは16位でしたけども、これが実は、むしろこのプレーオフに来てよりこう花開いてる。やっぱり変化球だとかリーグの中で異質な存在を止めれるチームっていうのはすごく少ないんじゃないかなというふうに思います。はい。さあ、まあね、いろいろマッチアップ、それから見どころあると思うんですけども、両チームのね、ここまでの予備情報っていうのも改めておさらいしておきたいなというふうに思います。ゴールデンステイトウォリアーズからいきましょうか。2シーズン前はリーグ最低勝率、2割3分1厘ということでね、昨シーズンはプレーインで2敗、メンフィスと、それからレイカーズに対してプレーオフ逃してしまいましたよね。で、ここ数年の大転換があったと思うんですよね。クレイの怪我だとか、KD が流出してしまったっていうところから、ファイナルに戻ってこれた。これはね、本当に素晴らしいことだと思いますね。というわけで、西の王者は2015年から数えて、ここ8シーズンのうち6度目のファイナル進出となりました。2015年から2018年までは、2連覇を含む、3度の優勝を経験しながら、2019年にはね、主力選手の怪我にがあって、ファイナルをね、トロントに敗れてしまったわけですが、いやー、王朝と言ってね、間違いないんじゃないかなというふうに思います。やっぱり3本柱がしっかりいますし、生え抜きのその選手たちを中心とした、その球団文化、組織力、まざまざとこのプレーオフでも見せつける戦いぶりなんじゃないかなというふうに思います。プレイヤームーブメントやボールムーブメントをね、この重視するシステムの勝利でもあったと思うんですけども、その球団文化は、ベテランの選手たちだけじゃなくて、やっぱり若手の選手たちも飛躍的に成長させて、脇を固めるジョーダン・プールとかウィギンスとかルーニーとか、こういった選手たちも自分の役割の中で最大限こうスターとして、光り放てるような選手たちばかりになったと思います。でね、間違えちゃいけないのは、冒頭にも言っていますけれども、彼らはディフェンスのチームだと思います。この王朝が始まったのはモンテ・エリスを放出してアンドリュー・ボーガットを獲得したことから始まっていると思うんですね。でこれまでのベテラン勢などを思い返してみると、ボーガットがいたりデイビッド・ウエストがいたり、ショーン・リビングストンなどもいましたけども、ボーガットを獲得し、そしてイグダーラを獲得、カーヘッドコーチが就任する前にマーク・ジャクソンの下でまずディフェンスの基盤をしっかりと築き上げた。
そこにカーヘッドコーチが彼らのモーションオフェンスを、導入してきて、いよいよそのこれまでの伸びしろだった部分がドワーンと出て、王朝を築けたというところですよね。で、ボーガットのような素晴らしい、ディフェンスの、要石みたいな選手がいたことで、ドレイモンドもめきめきと成長していった。スポンジのようにね、NBA のディフェンスとかも吸収していったんじゃないかなと思いますし、いつだって彼らの、20対0のランとか15対2のランとか構成を作ってきたのはディフェンスだったと思います。はい。そんな中でね、このファイナルではどのようなバスケットを展開してくれるのか、彼らのアイデンティティっていうのはもうしっかり確立されていると思います。さあ、一方のボストンセルティックスなんですが、いやー、ボストン今シーズン面白かったですね。1位シードと10位シードが10ゲーム差に集まる、拮抗したイーストを2位で終えて、ブルックリン、ミルウォーキー、それからマイアミを下して、次なる対戦はゴールデンステイトウォリアーズということでね、いやー、1月23日、ワシントンウィザーズと対戦した時には5割そこそこの戦績でした。一時期、東の11に甘んじてしまったんですが、先ほども言ったようにそこから大変貌を遂げて、ネットレーティング14というね、10を超えてくると、優勝候補筆頭にも挙げられてくるので、間違いなく東のナンバーワンという数字になってきました。で、プレーオフの中でね、アウェーでの強さっていうのも見せてますよね。7勝2敗。素晴らしいですね。しかもロードの方が優秀なオフェンスレーティングをここまでは叩き出している。このファイナルアウェーでね、少なくとも1勝は必要になってくる。ゴールデンステイトウォリアーズのホームコートアドバンテージで戦うことになるので、この辺はね、すごくボストンにとっては好意的と言いますか、ここまではしっかりそういった部分を不安に感じさせない、データになってるんじゃないかなというふうに思います。この辺はね、すごく期待できますよね。その1月1日以降というか中盤以降からリーグナンバーワンの守備力、そしてナンバーツーの攻撃力を伴う優勝候補に変貌したわけですけども、昨シーズンの王者も倒してますし、それからマイアミともね、ゲーム7までもつれる、こういった展開になってきました。やっぱりね、中心はジェイソン・テイタム、ジェイレン・ブラウン、それからマーカス・スマートで戻ってきたホーフォードとかがいるんですけども、24歳、25歳の万能フォワードコンビ、僕がね、常々クリッパーズのレナードとポール・ジョージが健康体ならばいつも優勝候補に挙げているっていうのは、今この万能型のフォワードの威力っていうのがやっぱり一番顕著に現れるのがこういったプレーオフだとか、ファイナルの舞台だと思っているからだったんですが、いよいよね、もうジェイレン・ブラウンなんて何度も、例えばジェイレン・ブラウンはもうそろそろトレードしてカワイ・レナード獲得に動いた方がいいんじゃないかとか、一回この2人は共存もできないんじゃないかとか様々言われながらここまで来たということで、フロントもうダニー・エインジさんはね、彼らを指名したダニー・エインジさんはいませんけれども、ある意味球団が報われるような形で、このファイナルの舞台に戻ってきましたね。ファイナル到達は確か球団22回目ですかね。優勝すれば NBA 最高。これ今の時点では優勝17回でレイカーズとそれからボストンセルティックスが並んでるわけですよね。2010年以来のファイナル進出ということでね、中心選手たち若いんですけども、プレーオフの経験は豊富です。カンファレンスファイナルは、テイタムやブラウンなどもこれまでに経験してきて、いよいよ勝ち抜いて、ただファイナルの舞台に立ったことはない。この辺の詳しいことはまた後ほどお話ししていきたいなというふうに思います。さあ、というわけでね、じゃあまず見どころをいくつか挙げさせていただきたいと思うんですが、ちょっと戻ってまず最初の見どころは組織化されたカオス vs ボストンディフェンス。ゴールデンステイトのディフェンスの力を見誤ってはいけないですし、過小評価してはいけないというのは十分ここまでの導入で20分ぐらい喋ってるんですけども、導入で伝わったんじゃないかなと思うんですが、この両者のマッチアップ、いよいよどちらもディフェンシブな争いになっていくかもしれないんですが、その前にまず注目は、ボストン、がしっかりとゴールデンステイトウォリアーズのプレイヤームーブメントとボールムーブ、この異質な存在を低減できるか。
ダラスとのシリーズでも言いましたけれども、ダラスも1、2試合はアジャストするのに時間がかかるんじゃないかというクリスの見立て、これは見事に外れて、結局ダラスは最後までアジャストできなかったわけですよ。だからこそ敗れたとも言えるわけです。じゃあボストンは、しっかり対応できるのか。ボストンもまた短次元的なディフェンスのチームではないんですけども、そのゴールデンステイトウォリアーズのアクションに対してディフェンスは特に原則というものを見失ってしまうわけですよね。なので最初のウォリアーズのホームで行われる 1,2 戦でゴールデンステイトがボストンのオーバーリアクションを引き出して、ディフェンスのミスですよね。そういったものをたくさん引き出すことができれば、ゴールデンステイトウォリアーズのペースでこのシリーズは進んでいくんじゃないかなと思います。はい。で、ボストン、スイッチが非常に上手なチームですよというふうに、常にね、解説させていただいてますし、レギュラーシーズン中もその頻度が一番高かったのは間違いないんですが、このシリーズで改めてそのスイッチの遂行力が問われると思います。なぜかというと、実はこの前の2シリーズ、ヤニスやアデバヨに対してはドロップディフェンスをしていて、オールスイッチでは必ずなかったんですよ。しかもそれができるっていうのがまたボストンの強みになっていったわけですけども、カリー、プールに対してドロップができないのはもうね、NBA をご覧の皆さんはね、お分かりだと思います。命取りになる中で、またスイッチの頻度だとか、スイッチをしないまでもドロップを少し高めに持ってくるとか、高めに持ってきつつ一瞬はボールマンに2人行くような形にするのか、カリーがねボールを離すようにするのかとか、こういったものをたくさん織り交ぜていくんですよね。はい。それからマーカス・スマート、カリーに対しては、このリーグでもしかすると最もチャンスのあるディフェンダーかもしれません。彼がスクリーンをかいくぐる役割をどのぐらいできるかということもポイントだと思いますね。スクリーンをかけられてからどう守るか以上に、スクリーンをかけさせない守りっていうのもすごく大事になると思います。はい。ちょっと話が逸れてしまったんですが、ボストン、それでもこのシリーズ再びスイッチをたくさん使わなきゃいけないかなと思います。致し方なくスイッチしたダラス。はい。ダラスもシリーズを通じて徐々にスイッチを増やしていきました。ただね、ゴールデンステイトのここまでの対戦相手、デンバー、メンフィス、ダラスはレギュラーシーズンスイッチをたくさん多用するチームではありませんでしたね。最強のスイッチの姿をボストンがすぐに取り戻せるのか。それとも、やっぱりゴールデンステイトがここまでその先ほど挙げた3チーム相手に、か乱していった働きができるのか。スイッチが得意じゃない3チームが相手だったからこそ、プレーオフを通じてナンバーワンのオフェンシブレーティングにゴールデンステイトウォリアーズが 116.1 でなっているというふうにも言えるかもしれないわけですよ。だからここがね、まず僕の着眼点としては皆さんに、知っておいてほしいなと思うところですね。徐々にね、ダラスなんかもスイッチは増やしたんですけども、それでもゴールデンステイトウォリアーズ、ゲーム7では36アシスト。カリーとドレイモンドそれぞれ9アシストずつっていうね、とんでもない、数字も出していましたね。はい。で、先ほどから何度かヒント出てると思うんですけども、それ以上にボストンは大事なのは、スイッチすべき時とスイッチすべきでない時の判断だと思いますね。この判断が、遅れてしまったり、おろそかになったり、2人の選手、3人の選手が同時にその判断を下すことができないと絶対、つなぎ目っていうのはおろそかになってしまうので、これが非常に大事だと思うんですね。でこれによってゴールデンステイト数字的にどんなことを、ここまでの戦いやってきたかというと、プレーオフでね、ペイント内得点伸ばしてますね。1試合平均 47.6 ポイント。逆にボストンは 38.8 ポイントと、ここには開きがあります。あとはゴールデンステイトウォリアーズのスリーポイントの割合が、フィールドゴール全体の割合でいうと 51.3% だったダラスをね、うまくペイントから締め出した、外に誘導したことも、ゴールデンステイトはすごくうまくいったんですけども、ボストンもプレーオフで2番目に、スリーポイントの、フィールドゴールに対する割合が高いわけですよね。45.5%。なので、ボストンが、単発に終わるのか、それともロバート・ウィリアムス3世のオプション、そしてダラスよりも豊富にドライブいる選手がいることが違った展開を生むのか。これはね、ボストンもゴールデンステイトがか乱して中に飛び込ませるようなシステムになっているので、ここのね、開きをさほど
開けさせない。ボストンのオフェンスもすごく重要だというふうに申し上げたいと思います。はい。で、ゴールデンステイトはむしろスリーポイントの頻度っていうのは 45.6% から41.5% まで下げているんですが、先ほども言ったようにスリーポイントの脅威を出しにペイントアタックしてるわけですよね。特に制限区域内での成功率、なんとプレーオフで 72.5% という驚異の数字、カンファレンスファイナル 74.4% でした。凄まじいですよね。ジョーダン・プール 75%、ドレイモンド・グリー 80%、ルーニー 70%、ウィギンス 69.8%、クレイ 69%、そしてステフが 53.1%。まあステフはね、ちょっと他の選手たちに比べて、もうディフェンスを乱してズドン飛び込んでいってレイアップ、ダンクという他の選手と比べて自分でドリブルから崩していくというところもあるので、一概にはちょっとシュートの質が違うのかなというふうには思います。はい。まあね、非常にバランスの取れたペイントアタックをするゴールデンステイトウォリアーズなんですけども、ペイント内の得点、アンドリュー・ウィギンス 7.5 ポイントが、チームプレーオフナンバーワン。これがね、リーグ全体のプレーオフでいうと25位なんですよ。はい。トップの選手が25位にしかランクインされないのにこれだけペイントポイントが取れているというバランスですね。ジョーダン・プール 7.3 ポイント、カリー 7.3 ポイント、ドレイモンド6ポイント、ルーニー 5.4、クレイ 4.9、クミンガ 4.3 というような平均ポイントになっています。一方のね、ボストンで言うと、ロバート・ウィリアムス3世 5.6、スマート 4.9、ホーフォード 4.1 みたいな感じで、テイタムと、ジェイレン・ブラウンとテイタムが 8.9、8.8 で17位、18位なので、はい。まあ、ボストンはやっぱりこの2人が一番ペイントアタックしていくのかなっていうふうには思います。まあ、この辺も、ウォリアーズのオフェンスレーティングが大きく改善している大きな要因だと思うんですね。まあ、プレイヤームーブメントとボールムーブメントがしっかりある中で、プレーオフの平均アシスト 28.3 はさすがリーグナンバーワンです。ただね、ボストンもただのパスの回数だけで言うと、プレーオフ全体でもカンファレンスファイナルでも、ボストンの方が実は回数では上回っています。ただ、フィニッシュ、ショットとかにつながっていくという意味では、ウォリアーズの方がここはうまいわけですよね。じゃあどうしてるのかっていうと、まあ、スプリットアクションとかスクリーンをかけて、そこからのカッティングでペイントアタックを作っているわけですけども、レギュラーシーズン、それからプレーオフ、チームの攻撃、それからシュートにつながった、そのシュートアテンプトですね。シュートアテンプトの 10% 以上の頻度でこのカッティングを生み出しているのは、ゴールデンステイトウォリアーズリーグで唯一のチームなんです。はい。プレーオフではむしろカッティングの頻度上がっています。11.7%。そこからのフィールドゴールパーセンテージは 70.2%。はい。やはりここにね、いかに効率の高いレイアップにつなげているかっていうのが、見て取れるんじゃないかなというふうに思いますね。じゃあボストンがね、ここにどうアジャストしていけるのか、彼らのディフェンス、どういうふうにやっていくのか、まずは注目なんじゃないかなというふうに思います。はい。で、翻ってゴールデンステイトウォリアーズのディフェンスプランもすごく重要だなと思います。特にテイタムが仕掛けるピックアンドロールであったり、テイタムとスマートですね。マーカス・スマートのボールスクリーンなども行うチームなので、この辺もどういう風になっていくか。スマートが扱っているところ、テイタムがスクリーンになる方が僕は怖いとも思ってるんですけども、これもゴールデンステイトは本当にスイッチすべきなのっていう風になっていきますよね。で、カリーの、ルカ・ドンチッチに狙われた時のヘッジ&リカバリーは非常に精度も高くて、どんどん、優秀になってたんじゃないかなって思いましたし、ルカ・ドンチッチに対してすらルーニーを時にスイッチして、スリーポイントラインの外まで出していたゴールデンステイトなので、スイッチのシーンも、見受けられるんじゃないかなと思います。ただ一番のね、伝統的な、ピックアンドロールといいますか、ビッグマンがテイタムにかけるスクリーンに関しては、まずウィギンスを当てて、ルーニーを、スクリーナーのディフェンスにしてドロップ、それでサンドイッチしていく。ルカ・ドンチッチ同様にこの辺は試していくんじゃないかなというふうに思います。で、ルカとテイタムでいうとどちらの方が素晴らしいパッサーかっていうと、やっぱりルカに軍配が上がると思いますから、テイタムの、個人技に追いやったりだとか、スキップパスはそんなに出せないっていうことも考えつつ、ドロップディフェンスにまた、
少しワンパスアウェイから締め上げるような形も取っていくかもしれませんね。ただ最終的にですね、ボストンが大体というか9大点以上にゴールデンステイトウォリアーズのディフェンスに順応することができれば、カーヘッドコーチもディフェンスを優先していくかもしれません。そうなるとますますゲイリー・ペイトン・セカンドとか、それから、イグダーラが戻ってくれるのか、オット・ポーター、こういった選手が重要になっていくと思いますし、ジョーダン・プールは引き続きね、ベンチから出てきて得点を上げてほしいんですけども、クロージングラインナップに入ってくることはむしろ減っていくシリーズかもしれません。プレーオフ平均30分、この30分に満たない、試合数っていうのはどんどん増えていくのかもしれませんね。そしてもう一人ね、ボストンのキーマン、言うのをちょっと忘れてしまっていたんですけども、じゃあゴールデンステイトに対してスイッチでどれぐらいロバート・ウィリアムス3世が出ていけるのか、場合によってはホーフォード1センターでオールスイッチした方が良くなると思いますし、さらにグラント・ウィリアムスをセンターにしてもっとスイッチしていくっていうこともありえますよね。ホーフォードのドロップディフェンスなんかはマイアミに対してもすごく有効だったので、この辺はねいろいろ織り交ぜると思うんですけども、ロバート・ウィリアムス3世がウィークサイドにいる時のリムプロテクション、ここまでのゴールデンステイトウォリアーズのカッティングアクションからのリム周りの得点効率は非常に高いということから、ロバート・ウィリアムス3世がコートにいられるのか、彼の膝の状態はどのぐらいなのか、これは極めて重要になっていくと思いますね。ジョーダン・プールのドライブとかスピードあるリムのアタック、こういったものの効率を下げれるのはレギュラーシーズンでの対戦でもロバート・ウィリアムス3世は、見せつけてくれていたので、この辺はね非常に重要になると思います。はい。そして次なる注目ポイントはターンオーバー問題です。はい。ボールムーブメントをたくさんするゴールデンステイトウォリアーズにあってですね、彼らのこの王朝時代の中で唯一のアキレス腱弱点と言われてきたのは常々ターンオーバーですね。で、カンファレンスファイナルでは幸いなことに表面化しなかったと思うんですね。僕はもう少し不安だったんですけども、そこにウォリアーズのメンバーの集中力の高さを改めてカンファレンスファイナルでは感じたんですけども、カーヘッドコーチ曰くですね、ここ8シーズンを通じての課題だと。だからわざわざ伝えなくても選手たちはそれは課題であることを知っているっていうことで、これは選手たちのバロメーターにもなってくるのかなというふうに思います。ただそれでもプレーオフは 14.8 と、5番目の多さ、そこからの失点 15.9 ポイントというふうになっていて、勝ってるゲームと負けてるゲームでむしろ顕著で、負けてるゲームでは 16.3 回ターンオーバーします。勝ってるゲームでは 14.2 回。そこからの失点は 20.8 対 14.3。大きな開きがありますよね。彼らがやっぱり負けるゲームというのは少し横着して、ディフェンスに苦しめられてというよりは、ちょっとね、安易な判断をしてしまってパスをするということが、見受けられますね。で、当然ね、彼らのボールムーブメント維持したいんですけど、組織的なカオス作り、ただ、この横着したターンオーバーをしっかり減らさないと、ボストンはガンガン、トランジションに走っていけるわけですよね。ただし、ボストンの方がディフェンスにおいては相手からターンオーバーを誘うのうまいチームとは思うんですけども、ボストンも同じターンオーバー問題を抱えています。負けてるゲーム 16.3 回、勝ってるゲーム 12.8 回、そこからの失点 21.3、14.4。はい。でね、ロードでの勝率が高いボストンは実はロードの方がターンオーバーが少なくて 12.4 回に抑えられてるんですよ。はい。ということで、ホームコートアドバンテージないわけですよね。そして皆さんご存知の通り、ウォーリアーズに対してターンオーバーをすると、ひょっとすると今までの相手以上に、でもヤニスに対しても怖かったですけども、もう本当にね、ボストンは、ジェイレン・ブラウン、それからテイタム、この2人が非常にターンオーバー多くなってしまってますし、負けてるゲームでは特にこの2人が平均で4本以上になってくるという中で、非常にここはね、気をつけなきゃいけない。なおのことウォリアーズに対して火をつけてしまうことになるわけですよね。ボストンとしては彼らのディフェンスに僕自身ウォリアーズのハーフコートオフェンスに対して期待するところは大きいです。ですがそこにトランジションまで加わってしまうと、もうこれはね、ボストンにとっては死活問題になってしまうと思います。注目点ともいえるその
ウォリアーズオフェンスというのはハーフコートオフェンスだったので、ハーフコートオフェンス対ハーフコートディフェンスというこの構図自体が成り立たないようになってしまうと、それはボストンにとっては大きな失敗。なのでボストンの、攻撃の終わり方、めちゃくちゃ大事です。いいシュートで終われるか、ターンオーバーに近い質の、ショットセレクションも命取りになると思います。さあ、続いてはファイナルの経験。ファイナルでの、出場試合数でいうと123対0。はい。どちらの方が多いかはね、皆さんもうお分かりだと思います。ゴールデンステートウォリアーズ、この経験が絶対的な強みになると思います。イグダーラもプレーオフ出場できていないながらも、カーヘッドコーチも彼のカウンセリングだとかアドバイスというものの効果、ここまで見過ごせない要素だと、非常に重要だったと言っていますね。それからカーヘッドコーチは昨シーズンの終わり方も今シーズンにつながっていて、実はこのファイナルまでの道のり非常に重要だったということを改めて強調していましたね。ボストンは、3日間の休養でメンバーは最大限の回復を図れるのかということで、これまでカンファレンスファイナル出てる選手たちはたくさんいますけれども、例えばね、クラッチタイム、ブルックリンとのシリーズではクラッチタイムは4勝0敗だったんですよ。それ以降ミルウォーキー、マイアミに対しては2勝4敗と、リードをドカンと作ってもどんどんそれがしぼんでいくゲームがたくさんありましたよね。あれはボストン自身のむしろ至らなさに見えたことがたくさんありました。先日のゲーム7、ジミーのスリーポイント、逆転を狙ったスリーポイントですね。あれも入っていれば、これもボストンが自ら勝利を、そしてシリーズを手放した失策と捉えられていましたね。あれが入ってればもうジミーはヒーローだったわけですから。はい。多分ね、カンファレンスファイナル MVP も選ばれてたんじゃないかなっていうふうに思うぐらい、紙一重のショットセレクションではあったわけですけども、いや、ボストンにとっても紙一重だったわけですよ。勝ったから良かったけども。本当その経験不足っていうのが、ここまでの2シリーズでね、こうリードを手放したり、敗戦ゲームでも顕著なのかなっていうふうに思います。本来ならね、こう、ミルウォーキー、ミドルトンを欠く中で、7戦までもつれてはいけなかったでしょうし、マイアミに対してももっと決着をつけておかなければならなかったんじゃないかなと思うんですよね。なのでボストンにもこう集中力という部分で新たなギアがあるのかどうか。そして、選手たちの健康状態を取り戻すこともそこにしっかりとね、自信につながっていくと思うんですけども、スマートがももだったり足首を痛めてたり、ロバート・ウィリアムス3世が半月板、それからヤニスとの接触による骨打撲、テイタムの肩はねどうやら大丈夫そうですけども、ここ2シリーズの平均でいうとテイタムの平均出場時間は41分、スマート・ホーフォード平均38分、3人ともこの間のゲーム7では44分以上出ていて、ゴールデンステイトは一方1週間休養たっぷりで、ゲーム1に臨んでいけるわけですよね。これをね、どう見るか。ただですね、ファイナル全体で言うと、初戦のだから入り方、ボストンのね、この休養という意味と、ディフェンスどのぐらいできるのかという意味ですごく大事なんですけども、ファイナル全体で言うと、ゲーム3とゲーム4の間が中1日なんですけども、それ以外は必ず中2日の休養がありますね。でこれはゴールデンステートウォリアーズのベテランたちも助けることにはなると思うんですけども、むしろ怪我人が多かったボストンにとって好意的でもあるとも言えると思います。ここは皆さんそれぞれ感じ方違うんじゃないかなと思うんですけども、そうですね、ロバート・ウィリアムス3世が必ずというか1回を除いて、2日間休みながらゲームに出れるっていうのはすごく大きなインパクトを、持っていることなんじゃないかなというふうに思いますね。はい。で、次なる注目点はホームコートアドバンテージということで、節々に出てきてますけれども、ゴールデンステートウォリアーズ、ホーム、このプレーオフ負けなし、9勝0敗。ただチェイスセンターがかつてのオラクルのような一体感を本当に作り出せているのか、今僕は現地にいませんので、これまでのね、現地取材との比較っていうのは、できない状態なんですけども、ちょっとやっぱりニュアンスが違いますよね。なんかこう、LA とかニューヨークでも、なんていうのかな、ブルックリンであったりだとか、マイアミであったり、こう、ハーフタイムが明けて、もうプレーが始まってるのに、ちょっと
フロントコートサイドにまだ、お客さんの戻りがまばらとか、カーヘッドコーチもね、もうとにかくチェイスセンターのファンのみんなに早くから来て早くから来てってプレーオフが進むにつれてメッセージを送ってましたよね。だから本当にちゃんとホームコートアドバンテージにしてくれるのか。 TD ガーデンはね、凄まじいホームコートアドバンテージになりますからね。それでもボストンのホームでのパフォーマンスがむしろ低いっていうのは僕驚きではあるんですが、はい、ボストンはアウェーで7勝2敗。ロードの方が優秀なオフェンシブレーティングが出せているというのが面白いですよね。普通はホームの方がオフェンスのパフォーマンスが良くて、強いチームはディフェンスはホームでアウェーで変わらないんだけど、ホームでいいオフェンス、アウェーに行くとちょっと失速するっていう構図なんだけど、むしろアウェーの方がいいパフォーマンスは出してる。凄まじいですね。で、プレーオフ、ボストンはあと1回アウェーで勝つと、今回はホームコートアドバンテージないので、少なくとも1回はアウェーで勝たなきゃいけないわけですよね。過去のプレーオフ、アウェーでずーっとポストシーズンでアウェーで8勝した過去のチームは7チームのみ。その7チームのうち5チームが優勝しているということなんですね。これがボストンが8チーム目となるのか、そして優勝なるのかということはすごく、重要な要素なんじゃないかなっていうふうに思います。あとはね、近年のゲーム7、これは NBA.com のシューマーアナリストが言ってましたけれども、近年のゲーム7、ホームの優位性っていうのはちょっと下降傾向にあるそうなんですね。2016年の NBA ファイナルのゲーム7まで遡って、2020年のバブル、これはね、どっちホームアウェイ、なかなか言えないところなので、これを除くと、ゲーム7が11回あった後、ロードのチームがなんと7勝上げているというデータになってるんですね。これはね、すごく、どう測っていいのかっていうのもね、なかなか見極めが難しいんですが、ホームでのパフォーマンスがむしろ振るわないボストンが4回アウェーで戦えるということが、実はいいことかもしれないというね、この辺はすごく面白いですよね。さあ、その他にもね、トランジションオフェンスどちらがより展開していけるのか。実はね、プレーオフに入ってゴールデンステイトトランジション上昇しています。はい。で、ボストンもね、やっぱりなるべく走っていきたいなっていうところはありますけれども、ハーフコートディフェンスはね、素晴らしいので、やっぱりボストンはオフェンスの終わり方が重要っていうのは先ほど、申し上げた通りですし、プレーオフに入ってトランジションディフェンスがボストンは悪化しているというデータになってるんですが、これはやっぱり自分たちのターンオーバーの問題と直結しているのかなっていうふうに思います。さあ、あとはね、アイソレーションで言うと、もともとゴールデンステイトなんかはたくさんアイソレーションしていくチームではないですよね。カリーが相手のビッグマンにスピードのミスマッチで攻めるとか、クレイ・トンプソンがポストからのフェイスアップとか、プールがドライブで抜き去るとか、そういうことはあれど、頻度としてはボストンの方が高い。ボストンは、ボストンのディフェンダーの中でただゴールデンステイトがターゲットにできるディフェンダーはいないですよね。これがボストンのスイッチディフェンスを可能にさせている部分でもあるんですけども、これまでのマッチアップとは変わってきます。これまでのラウンドの中ではゴールデンステイト必ずどこかで誰かを最悪ショットクロックがなくなって1対1していく中ではターゲットにできる相手はいたわけです。プリチャードもどのぐらいコートに立つのかわからないですけども、プリチャードをうまく隠すこともボストンはできる、チームですよね。その他にクロージングラインナップが例えばスマート、ホワイト、トゥージェイズ、ホーフォードみたいになっていく可能性もあるわけです。だからこそ、ゴールデンステイトはボールを動かし続けることが大事。逆にボストンはジョーダン・プールとかをターゲットに、できてしまうのかなっていうふうには思いますね。はい。さあ、そんなわけでこのシリーズマッチアップどうなっていくのか考えてみたいと思います。さあ、編集しませんよと言ったところで充電が切れてしまいました。まさかのターンオーバーでした。そしてね、ここまでお楽しみいただけている皆さんでまだチャンネル登録していなかったらぜひチャンネル登録の方お願いします。ファイナルもね、総力を上げて、振り返り、そして次の、ゲームの、展望、様々やっていきたいと思います。そしてこの動画、高評価、それからいいね、皆さんお待ちしてます。
でね、チャンネルになんとスーパーサンクスなる機能がつくことになりました。イエーイ！これも一重に皆さんのご協力のおかげだと思います。チャンネル登録ももう少しで3万人です。いやー、このファイナルが終わるまでに3万人目指したい、頑張りたいということでね、ぜひ登録していただきたいですし、スーパーサンクスの方もぜひね、このチャンネル運営のためにも皆さんご協力いただきたいですし、そうだな。ちょっとマッチアップの話する前に、もし皆さんからスーパーサンクスを、このファイナルが終わる、今シーズンの終わりまでにいただいたスーパーサンクスに関してはですね、そう、僕がスーパーサンクスしている妻をねぎらうためにですね、使いたいなと思います。めっちゃパーソナルやんって思うかもしれないんですが、いや、B リーグもあって、NBA もあって、この長いシーズン、多分妻の支えなしには、こうして皆さんの前でお話を続けるっていうことはできませんでしたし、僕が自信を持って佐々木クリスとして皆さんに情報を提供していくだけの準備というものもできなかったと思います。7月は、僕らの結婚記念日でもあるので、美味しいご飯であったり、彼女が喜ぶようなサプライズもできるように、もし良ければですね、はい、スーパーサンクスの方などもご協力いただければと思います。はい。というわけで、マッチアップに入っていきましょう。まずですね、ゴールデンステイトウォリアーズのマッチアップを考えたいと思うんですが、まずジェイソン・テイタムに誰をつけるか。これはルカ・ドンチッチに対するディフェンスと同じ考え。まずはアンドリュー・ウィギンスをつけたいと思います。そしてクレイがジェイレン・ブラウンにつきます。はい。体の強さも十分にありますね。ジェイレン・ブラウンが時に狙ってくるポストアップ。そういったものも防げるんじゃないかなというふうに思います。さあ、ルーニーはですね、ホーフォードにつけたいと思います。そして、ドレイモンド・グリーン誰につける？ステフ・カリー誰につける？カリーをですね、スマートにつけた場合、スマートも、ここまでのプレーオフそんなに顕著じゃなかったんですが、時にフレックスカットからスマートにポストアップさせるとか、そういったものはウォリアーズ、ボストン・セルティックスはやるんですね。で、そんなに頻度も高くないですし、むしろやってくれた方がいいじゃんっていう考え方もあるんですけど、僕はね、ちょっとひねくれ者なので、ちょっとここ、ひねりを入れました。ダラスとのシリーズで、ゴールデンステイトは、ブランソンに対してドレイモンド・グリーンをマッチアップさせるのが面白いんじゃないか。ブランソンの得意なドライブよりも、キャッチ&シュートのスリーポイントに仕向けるために、ドレイモンドがついて、そこから離れて、ヘルプディフェンスをたくさんすると思うよっていうところで予想したんですが、これが、なんと正解だったので、ちょっと佐々木クリスは味を占めて、より野心的になってるんですが、ドレイモンド・グリーンはスマートにつけましょう。そして、ステフ・カリーは、ロバート・ウィリアムス3世につけちゃう？いや、今ちょっと言ってて、ダメだなってちょっと思ったな。いいや。展開の中ではこんなこともあってもいいんじゃないかなって思ってます。でもね、今改めて自分でメモした時は、おお、これいいなってちょっとウキウキルンルンだったんですけど、そう。なぜスマートにつけるかっていうと、やっぱりロバート・ウィリアムス3世とテイタムのピックアンドロール。ここですね。ここをスイッチしていくっていうことだとか、スマートのキャッチ&シュートに仕向けるために、例えばルーニーがテイタム、ウィギンスとルーニーがピックアンドロールを守るっていうことになった時に、テイタムとホーフォードがオフェンスなんですけど、ホーフォードがスクリーン行った時に、これに対してドレイモンドが加勢できるっていうのが、僕の考えです。はい。だけど、喋りながら自信なくなってきたな。戻すか。戻すか。そしたら、普通にカリーがスマートについて、ドレイモンドがロバート・ウィリアムス3世につくんじゃないかなっていうふうにはなってきますね。はい。そうだね。ルーニーと、ドレイモンドがホーフォードとロバート・ウィリアムス3世入れ替えても全然 OK です。はい。こうなってくると、ボストンの方も結構大胆なマッチアップ考えちゃったんだよな。これはね、楽しみ半分で考えてほしいんですけども、まず、マーカス・スマート。はい。徹底的にステフ・カリーにつきたいですね。ステフ・カリーにつけましょう。ジェイレン・ブラウンはクレイ・トンプソンについて、追いかけ回す役割もしていきます。はい。ジェイソン・テイタム。
なんとレギュラーシーズン中、最も多く、ドレイモンド・グリーンについていた選手なんですけども、3月に対戦した時はウィギンスが、いなかったんですよね。だからウィギンスをどう扱うかっていうのが最初のゲーム1で僕はマッチアップ一番注目するところです。ドレイモンド・グリーンにテイタムはレギュラーシーズンのうちに8分55、チームで一番マッチアップしていました。その間 47.7 回、ゴールデンステイトウォリアーズは攻めたんですけども、その間のウォリアーズの得点は30ポイントに収まっていたということで、このマッチアップは結構良かったと思うんですよね。で、カリーとドレイモンドのピックアンドロールも自信持ってスイッチできますし、テイタムも十分なヘルプディフェンダーであり、オンボールディフェンダーであるというところで、スマートもドレイモンドのフィジカルさに耐えられるので、ここがスイッチできるっていうのは結構重要なことなんじゃないかなって思います。なので、テイタムにはドレイモンドをつける。はい。で、ホーフォードをルーニーにつける。じゃあ、ウィギンスどうするのってなった時に、やっぱりダラスのシリーズでのオフボールのカッティングとか、それから、オフェンスリバウンドですよね。こういったところで非常にダラスを苦しめていました。スリーポイントももちろん入るので、少しロバート・ウィリアムス3世つけるのは怖いんですけども、じゃあ、ドライブに切り替えてきたとしても、ロバート・ウィリアムス3世のリムプロテクションと運動能力がウィギンスを弾き返すことにもつながるやもしれない。ということでね、僕はあえてこうしたいと思います。もちろんロバート・ウィリアムス3世の健康状態も大事になってきますね。その時にウィギンスのますます判断が問われる。オープンのコーナー3をしっかり決めれるのか。ボストンも当然そこにローテーションしますけどね。それとか、じゃあ、ロバート・ウィリアムス3世が、例えば、カリーの飛び込みとかにヘルプ行った時に、ウィギンスはどういうアクションをするのかとか、そういったものはすごく大事になるんじゃないかなと思います。ノーマルでいくと、テイタムが、ウィギンスについて、ホーフォードがドレイモンド・グリーンで、それからロバート・ウィリアムス3世がケボン・ルーニーにつくっていうのが、順当なのかなと思います。あくまでもゲームを楽しむ視点として皆さん考えていただければと思います。さあ、それでは総括に行きましょうか。ちょっとね、優勝予想とかね、もう全く自信がないな。どうしようかなって感じなんですけど、ちょっとポストイットも準備しましょうか。はい。そうですね。サプライズがこのシリーズであるとしたら、どちらかが一方的な展開になったりだとか、サプライズとは言わないですけども、残念な、展開があるとすれば、このシリーズが、例えば5戦で終わってしまうとか、そういったことが、一番の個人的にはサプライズになってしまうのかなと思うぐらい、もう珠玉のマッチアップだと思いますね。もう、玄人も、そして、このプレーオフから、NBA バスケットボール見始めた方も楽しめる。スターパワーも十分。ディフェンスの応酬でもあるし。もうキリキリとした展開。で、これまでのラウンドとは違ってクラッチタイムも増えてくるんじゃないかなというふうに思います。僕の予想は本当にもう直前まで引き裂かれていました。でね、毎回この予想をするたんびにドキドキするんですけども、これはもうあくまでも予想です。ダラスとゴールデンステイト、こちらの予想なんか見事に外しましたしね。一視点として、楽しんでほしいんですが、では行きましょう。僕のシリーズ予想。はい、こうなりました。今ね、覚悟を決めてます。ボストン、イン、7。はい。改めてになりますけれども、ボストンをゴールデンステイトが下すことがあれば、それは彼らの経験と、そして彼らのシステムの勝利だと思います。タレント、ディフェンス力、そしてオフェンスの火力。従来の、ボストンの能力が遺憾なく発揮されて、ターンオーバーを、お互い抑えて、これがどちらか一方に傾きさえしなければ、本来のチームとしての強大さはボストンにあると思うんですね。ただ7戦までもつれるよっていうのは相当悩んでいる。もうほぼ五分五分っていうふうに思っていると皆さん感じてください。ただこの予想も外れると先ほど言ったようにですね、ゴールデンステイトウォリアーズが繰り返し佐々木クリスの予想を上回るバスケットボールを展開し、彼らの底力のもう底を知れぬその深さというものがあったというふうにね、ウォーリアーズファンの皆さんももう僕の予想なんかも忘れて喜んでいただければいいんじゃないかなと思います。
はい。というわけでね、長々とお送りしてきましたけれども、6月3日、ゲーム1、こちら NBA 楽天で解説させていただきます。皆さんぜひこちらの方、お付き合いいただければと思います。いやー、楽しみだ。一緒に楽しんでいきましょう。それではね、チャンネル登録、高評価、いいね、スーパーサンクスお待ちしてますよ。それではまた次回お会いしましょう。See ya!